別府マークお願いします。私が別府の資料をですね、約50年ぐらいこうかけてこう集めてきたんですよ。別府、私がここが生家なんですよ。別府生まれの別府育ちでね。で別府のことが大好きなんで、別府のこう歴史とか文化をちょっと次の世代に引き継ぎたいなと、そういうことでこう資料をたくさんとりあえず集めて。ポスターですか？ポスター。昔の？もう100年前のポスターですね。これ例えばこれは大正14年っていうことでですね。14年の時のこう別府の温泉祭り、今温泉祭りは4月の春にやってるんですけどね。これ当時は秋にやってたんですよ。そうなんですか。だからこうもみじ紅葉してるんだ。紅葉とかでね。で文字は右から左にこう書いてですね。別府温泉祭りっていうことでね。でこういう他のこうイベント、温泉市と温泉祭り合わせて盛大にやってたんです。でこれは昭和3年の時にね、別府で中外産業博覧会っていうミニ万博みたいなのが別府であったんです。でその時のねこうポスターです、これがね。で後ろがお猿さんの高崎山ですね。ここに海岸線は昔ずっと砂浜だったんでね、当時もう飛行機が飛んでたんですよ、遊覧飛行機がですね。でこれが別府市政10周年ということでね、もうすぐ来年別府市政100周年になるんですよ。っていうことはもう98年ぐらい前のポスター。これいいですね。これ復刻版作ってほしいですね。そうですね。これ素晴らしい。でこちらは別府観光の恩人って言われてる油屋熊八。油屋熊さんっていうと今日私が着てるこのハッピー、これは熊さんが実際着てた同じデザイン。そうなんですか。背中にね。桃太郎なんだ。桃太郎。この温泉マークを日本中世界中に広めたのもこの油屋熊さんでですね。そしてなんて言っても一番有名なのは日本初の女性バスガイド、等身大がいますね。等身大がね。日本初の女性バスガイドを別府の地獄巡りの観光バスの中でこう登場させた宣伝を盛大にやってるんですよね。でキャッチコピーで「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」っていう富士山って言ったらもう日本一ですよね。で瀬戸内海っていうと非常にきれいな海で、それに3番目に「続け」という昔ね、このキャッチコピーを考えてですね。すごい。そしてその作った標地をですね、宣伝するために富士山の頂上に建てたんですよ。そうなんだ。その方なんですか。これ山登る時に持ってよかったわ。そうなんだ。こう地獄の底より雲の上。地獄というのは別府ですよね。別府のことだ。熊さんは手が大きくてですね、全国大小大会、手のひらの大きさ自慢大会をやったんですよ。でかいっすよね。でかいで。全然でかい。愛称名がピカピカおじさん。頭がピカピカって。心もピカピカっていうことでね。すごい素敵ですね。七五調のガイドとかいうのは聞いたことありますか？いや、ないです。ここ当時のレコードがあるんで聞いてみましょうか。聞いてますか？ね。ちょっとこれこれで聞く。すげえ。こういう感じですね。これはこう電源はいらないんですよ。電源はいらなくて。これで回す。これで回す。ちょっと回してます。でこれがレコードができたのは昭和7年にできてですね。でもこれが爆発的大ヒットがあったんですよ、これレコードでね。
ちょっとかけてみますね。ちょっと体が動テクノっぽい。ちょっと待ってね。テクノっぽい。体が自然に動きましたね。ちょっと待ってね。今のサンプリングしてサンプリングで自分リミックスで素晴らしい。こう天気とかその。ちょっと待って。今日はね天気でね。いやいや、ちょっとかっこいい。今のでも十分かっこよかったです。今のまま聞きたかったぐらい。はい。ちょっと待ってくださいね。いろいろ種類があってですね。その日調子がいいやつと悪いやつ。電気がいらないところがすごいですね。ね。でこれがこうウェブ地獄巡りって書いて、日本初の女性バスガイド村上あやめ面白いですね。こっちで行ってみますね。新品の針と変えます。針も貴重なんですよね。貴重でしょうね。針がないからですね。ダイヤモンド。今度こそ。これから地獄巡りでございます。ご案内いたします。ここは名高い流れ川、情けの熱い湯の町をバス栗と図を同時、旅館商店の木並び、夜は不夜城でございます。ここはお国を300里、離れて遠き満州のその満鉄ここも桜の咲き誇る名所でございます。次の名所は鶴見園。鶴見園。天も過激もあれば熟手に見より見えたしカエルに自然ループ。自然ループ。自然本当にかっこいいですね。自然ループね。本当にかっこいい。まあちょっとそういう感じでね、雰囲気がね。最高です。ありがとうございます。すごい。すごい、ありがとうございます。声はこう綺麗に入ってるんですよね。ね。これも何年前のもう昭和初期だ。昭和初期ですね。ゼンマイが入ってる。この中ゼンマイが入って、そのゼンマイが戻る力を利用してこれをこうぐる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 回すんですよね。だからこれもこう加減があってですね、あんまり強く巻きすぎるとちょっとバリバリっていうか、まあこのねじ巻きも経験が3年ぐらい。そんなかまあ勝手には言ってるんですよ。すごい、ありがとうありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。もうこんなの聞いたのはめったに聞けないんじゃないですか。ああですよね。面白いですよ。いや、ぜひ皆さん来て聞いてみてください。もう生で聞くのとまたね、ビデオで見るのと違いますからね。すごい。
七五町ガイドをマークさんやってみませんか。ああいいですね。ね、ちょっとぜひ。ああやってみたいですね。ハッピーがあるんで、このメガネはね、ですね、油屋小町がしてたメガネなんです。ええ。本物。どうぞ。あ、すみません。させていただきます。メガネがね。あ、メガネも。メガネも。おお。あ最初はここは名高き流れ川。ここは名高き流れ川。ね、旅館商店の木並び。旅館商店の木並び。夜は不夜城でございます。夜は不夜城でございます。そういう感じで。へー。それではマークさんの地獄巡りガイドがスタートします。どうぞ。お待ちどうさま、これから地獄巡りでございます。ご案内いたします。ここは名高い流れ川、情けの熱い湯の町をまっすぐ通る大通り、旅館商店の木並び、夜は不夜城でございます。プップーすごい面白い。へえ。当時の東京ポリドールレコードジャケット。ポリドールとかですね、発売されてもうベストセラーになったんですよ。そうなんですね。でこの名調子をふるさとをね、自分の国に帰っても聴きたいということで、でみんなレコードを買って帰るわけですよ。うわー、ね、村上あやめさん、このあやめさんですね。すごいいい体験をさせていただきました。すごい。結構でも買いたいものいっぱいありますね。そうです。クイズ。そしてじゃじゃん。負けたら購入。購入。負けました。ひょうたん温泉。で別府に鉄輪温泉っていうのがあって、でそこにこのひょうたん温泉木造の5階建てのね、こう建物がこれもあったんですよ。これはですね。それでこれあったんですか。これあったんです。これがなんかこれの土台かと思ってました。違うんですよ。別に。でこの上に展望台があってね、湯煙をこう見ることができるんです。でそこで質問、クイズです。これも3択ですからね。でこれがなくなった理由は何でしょうか。一つは地震火災のためになくなった。で2つ目が老朽化のためになくなった。で3番目が戦争のためになくなった。いや、わかんないですよ。正解はじゃーん、戦争のためです。戦争のためになくなった。戦争のためになくなったんですよ。ちょうど昭和19年ぐらい沖縄が戦争でですね、そしてもういよいよ本土決戦、ね、日本国内にも爆撃が来るかもしれんということでね。で別府は幸いなことに空襲に遭ってないんですけど。遭ってないんですか。遭ってないんですよ。だから古い町並み残ってるんですけどね。残ってない、遭ってないんですけど、これ上空から見たらですね、ロケットがに見えちゃうから爆弾に見えるんですよ。だからこれをこのまま置いとくとそこを攻撃されちゃう。攻撃される。それでできて間もないんですけど、これはもう壊そうということでね。じゃあ T シャツ購入します。わあ、いいなあ。こうだ。はい。ぜひここに来て皆さんも別府に詳しくなってほしいなと思いますね。いや楽しい、すごい素晴らしいです。それまではあんまり歴史とか興味なかったんですよ。で一旦こっちの世界に入ったらそっちの方が面白い。歴史もね、こういうふうになかなかね聞ける機会がないですもんね。本当面白かった。ありがとうございました。失礼します。また来ます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。